第4章宇宙のダンス。円盤が軽く振動した。強烈な黄色い光が操縦士の中をいっぱいに満たした。光は黄色からバラ色へ、さらに紫色へと変わり、明るい水色になった。最後に目のくらむような白色光になったかと思うと、突然パッと消えた。そして絶えず変化し続ける外からの美しい反射光だけが内部を照らしていた。窓の外を見てごらん。僕たちは立ち上がって窓辺に近づいた。外の光景は鳥肌が立つほど素晴らしかった。さまざまな色の光を放つずば抜けて大きい星の大集団が天空いっぱい螺旋状にばらまかれていた。その一つ一つの光の断片がゆっくりと動きながら遠のいていった。それは七色の光を放つ煙の渦巻きのようだった。恒星、水星、惑星、色とりどりの雲はまるで綿菓子のようにも燃えているガスのようにも見えた。そして眩しい光の線、フィレメントが長く伸びると渦を描きながら天空に吸い込まれるように消えていくのが見えた。巨大な螺旋状のものがまるで生きてるかのようにどんどん大きくなってゆき、その中に点在する光が花火のようにパッと炸裂しては散って消えていった。我々は今、銀河系天の川の動きを見ているんだ。これからその動きが放つ一つ一つの小片の音を聞いてみよう。アミは操縦桿のボタンを押した。円盤の内部はちょっと言葉では説明できないような音でいっぱいになった。高音と低音が混じり合うブンブンとうなるような音や口笛のような音、そして激しい雷鳴がそれに続いた。稲妻のような閃光はリラの音色を思わせた。そして最後にはそれぞれの音が感動的なハーモニーを奏で、まるでコンサートを繰り広げているようになった。銀河系はこんな風に聞こえるんだよ。じゃあ今度はスピードアップしてみよう。アミはゆっくりとボタンを押した。星の大集団がすごい速さで動き出したと同時にどんどん広がっていく。僕には銀河系全体がはっきりした意識を持った一つの生命体のように感じられてきた。それはまるで光り輝く巨大な人手が自分の奏でる音楽に合わせてそのキラキラ光る触手を宇宙の四方に広げて踊っているかのようだった。そうか、こうして動きを速くして見ていくと、コンサートもダンスもちゃんとハーモニーやメロディーやリズムを持っているんだということがはっきりと分かった。なんて美しいの、神って。ヴィンカが感動して叫んだ。数滴の涙が彼女の美しい瞳を濡らし、銀河系の放つ色とりどりの光や火花を散らしてキラキラ輝く星々の光がその瞳に反射して彼女を一層美しく見せていた。アミはうやうやしく言った。今我々は神の視点にかなり近いところにいる。でも神は我々のように単に外から眺めるのではなく、同時にすべての銀河系を踊りながら楽しんでる。神自身が何百万何千万もの星雲に変化して、さらに一つ一つの内部から眺めているんだ。巨大な銀河系から我々はもっとずっと小さなものにまで、愛によってその素晴らしい精神を彼のすべての創造物と一緒に分かち合っているんだ。あまりにも信じがたい光景を前にして、すっかり感動したヴィンカは突然わっと泣き始めた。僕も泣き出す寸前だった。彼女を慰めてやりたかった。僕は彼女の肩に手をかけ、そっと抱いた。彼女は頭を僕の肩にもたせかけてきた。とてもデリケートな素敵な匂いがした。僕は彼女の黄色い可愛い蝶のリボンをつけた柔らかい髪の毛を撫でた。今日はもうこれで十分だ。この辺にしておこう。ターミが中断した。何事も度を越すのは良くない。たとえ美しいものについてでもね。さあおいで。ハミは僕たちの腕を軽く掴んで彼の隣の席へ導いた。僕はビンカを離したくなかった。一体どうしたって言うんだろう。椅子に座ると再び強い光が室内を照らし出した。
果たしてアミはこれ以上僕が驚き感動するようなものを見せてくれるつもりなのだろうか。きっとあんなすごいものを見せられた後では、どんなものもしらじらと色あせて見えるに違いない。心に愛があればそんなことはないよ。外を見てごらん。とアミが言った。僕たちはまた温泉場の上にいた。すべてが前と変わりなかった。岩、天と月、光。僕は少しがっかりした。銀河系の遠くの果てまで行って戻ってきたところといったらまた元のところだ。僕はもっと遠い星に行きたかったんだ。アミは笑って、どこにも行ってなかったんだよ、最初から。ずっとここにいたんだ。でも僕、外から銀河系を見たよ。コンピューター化した映像で数兆年の動きを数分に縮めて見ていたんだよ。ちょうど高速で早送りするビデオを見るようにね。でも星はちゃんとあそこにあったよ。窓の外に。我々の円盤の窓はスクリーンの役目もするんだよ。映画と同じようなものだけど、それよりずっとリアルに立体的に見えるんだ。君たちはこの映像と現実とを区別することができないんだ。見てごらん。と言ってアミはケーキ板を操作した。すぐに窓の外の光景が変わり、夜から昼になった。太陽が近くの海に沈もうとしている。森林が映った。以前見たことのあるところだ。ペドリート、よく見てごらん。木々の間から一人の男の姿が現れた。あの狩人だ。僕は驚いていった。前回の旅の時、僕らは銀河系の真ん中にあるスーパーコンピューターの指示に従って目撃証拠を残すためにアラスカへ行った。スーパーコンピューターとは全ての円盤の操作に干渉しているものだ。そしてあの時、この男は UFO を目撃し驚いて銃を僕たちの方に向けた。今もその時と全く同じことが起こっていた。これは録画なんだよ。すべて円盤の窓に映った光景は録画されるようになっている。それも全く現実と同じ鮮明さで、いつでも好きな時に見ることができるんだ。僕にはそれが録画した映像だったなんてとても信じられなかった。木々もあの男も空もみんなすべてそこにあった。それなのに実際はもうほとんど2年も前のことだったとは。男が僕たちに銃を向けた時、僕は思わず前の時と同じように身を伏せそうになったけど、なんとか自分を抑えることができた。でもビンカと来たら本当にびっくりして椅子の後ろに逃げて身を隠した。アミも僕も大笑いしてしまった。ビンカ、これは録画だよ。ほら、見ていてごらん。アミはスイッチを切り替えた。また夜の海岸が映った。それからまたすぐにアラスカに戻った。今度はあの狩人はまだ僕たちに気がつかないで山道を何気なく歩いていた。突然僕たちを見つけ攻撃しようとした。今度は巻き戻してみよう。男が前を向いたまま後ろの方に歩き始めた。ビンカ、おいで。見てごらん。とても面白いよ。まるで喜劇みたいだ。彼女はアミが映像の中の狩人と遊んでいるのを見に来た。アミ、録画と現実とはどうやって区別できるの？と僕は聞いた。生きているものは皆エネルギーを発しているから、さっき説明した感覚によってそれを感じ取ることができるんだよ。でも録画はそうじゃないんだ。また海岸に戻った。でも今度はまだ夜になっていない。よく見てごらん。アミが言った。なんとそこに僕自身がいた。ビクトルの車を降りた時の僕の幸せな気分がその表情からはっきりと伺えた。とても驚いたのは、そこにいる僕がこの僕自身を、つまり UFO の方を一瞬見たことだ。あの時僕には何も見えなかったのに。いや、見えたんだよ。その発達しつつある感覚によってね。その内的な力の前には我々の視覚不可能な状態というのも全く意味をなさないんだ。アミはまた銀河系のダンスを映し始めた。我々だって小さな能力を持っているんだ。想像してごらん。今見ている素晴らしい存在が持っているもの。ビンカは頭が混乱しているようだった。銀河系は生き物じゃないわ。じゃあ何なの？アミが笑って聞いた。たくさんの星が集まったもの。
でも命はないの。命がない？命がないだって？とアミはまるで度肝を抜かれたように二度繰り返して叫んだ。いいかい？もし君の肝臓の一細胞がそこから抜け出ることができ、君に会ったとする。彼らの時間の尺度のほんの一瞬においてね。そしたら君のことを核も細胞膜も持たない奇妙で不活発な塊だと言うだろうよ。わかる？多分、それで？つまり銀河系全体は一つの大きな生命体であって、我々はその極めて小さなミクロ的な部分だということなんだよ。だから当然銀河系は我々よりも限りなく高い意識を持っていて、はるかにインテリな存在なんだよ。インテリだって？ずいぶん変な話だと思った。ペドリート、もし君の体のある細胞が君の右手の小指の爪の一細胞に向かってペドリートのことをインテリだと言ったら、そう言われた小指の爪の一細胞も今の君と同じくらい驚くだろうよ。気の毒にも単に死んだ塊でしかない君は、宇宙の中で最も重要な創造物だと思い込んでいる小指の爪の一細胞に生命を与えるためだけに生きている存在でしかないとね。僕にはそのアミの説明がなんだかよくわからなかったけど、アミにつられて笑ってしまった。多分人間が自分のことを宇宙で一番重要な創造物であると思い込んでいるように、小指の爪の細胞だって同じことを考えているよといった意味なんだろう。アミは民家にオフィルへの旅の録画を見せ始めた。オフィル人が自分のイメージしたものをスクリーンに投影している場面に来た時、彼女は感嘆していった。アミ、あなたたちの科学のレベルや知識って本当に素晴らしいのね。君たちの世界と比べれば確かにその通りだよ。でも重要なのはそれよりも精神の水準だ。それが一番大切なものであって、それ以外のものは単に手段であって目的じゃないんだよ。つまり科学は人々の喜びのために使うものなんだ。最高の幸せっていうのは精神的なものなんだよ。例えば社会的成功とか金銭とか物質を手に入れることができたとしても、精神的なものに対して全く無知で、そしてハートに愛がないとしたら、その人の人生は物乞いをしている人よりもはるかに惨めだよ。どうして？どうしてって、愛が幸福の泉だからさ。その通りよ、アミ。と言ってビンカは僕をちょっと見てから恥ずかしそうにうつむいた。アミは状況をすぐに察して笑い出した。ロマンスについてだけ言ってるんじゃないんだ。愛の気持ちを持って生きること、命を与えてくれた創造者に感謝し愛すること、人生や自然や呼吸している空気を愛することについて言ってるんだよ。人生のさまざまなことを愛することだよ。アミがそう言った時、僕は心の底から同感した。彼の言葉の意味がはっきりと僕の心に染み込んだ。愛の贈り物を手にしている時には、たとえ物質的な富が少なくてもいつも幸福なんだよ。もし愛だけ求めたとするなら、その上に他のものも手に入れることができるだろう。でも物質的な富だけを求めようとしたら、たとえ求めたものを手に入れたとしても幸福は決して得られないよ。だって幸福とは愛の果実なんだからね。ビンカはアミの言葉の意味がよくわかっているようだった。幸福は愛によってのみ手に入れることができるんだわ。その通りだ、ビンカ。幸福は愛の力で勝ち取るんだよ。アミは喜んで言った。じゃあ愛はどうやったら手に入るの？と僕は質問した。いい質問だ、ペドリート。ビンカ、その答えを知ってる？どうやったら愛を手に入れられるのか。多分物質的なものじゃないとは思うけど。その通り。これから君たちにとても興味深い人を紹介するよ。ビンカ、君の星キアに住んでいる人だ。その人がどうやったら愛を手に入れられるかというその質問に答えてくれるよ。うわあ、僕は感動していった。でも正直言って僕には愛を手に入れる方法を知ることよりも別の星を訪ねられることの方がずっとワクワクすることだった。そう思ったら一つの疑問が湧いてきた。
アミ、でもこれから見に行くのが現実のことなのか、それとも録画なのか、どうしたら僕に区別できるの？ひょっとして僕がオフィルで見たものも全て録画だったんじゃないの？本当にいつも溢れるような信頼感だね、ペドリート。とアミは皮肉めかしていった。僕は少し恥ずかしくなっていった。だって、信頼することを学ぶことだ。オフィルで見たこともこれから見ることも全て現実だよ。僕を信じることだね。僕は普段嘘はつかないよ。絶対に？ビンカははっきりした答えが欲しかった。アミは一言では簡単に答えられないので、もっとわかりやすい説明の仕方を探した。例えば、いつも闇の中にいる人にたくさんの光を見せるのは決して良いことじゃない。目がくらんでしまって眩しくて何も見えなくなってしまうからね。また反対にいつも光の中にいる人に極度の闇を見せるのも良くないことだ。死ぬほどショックを受けるからね。ビンカも僕も言っている意味がよくわからないとアーミに言った。過度の闇と光は物を見る妨げになるということさ。時には小さな子供にコウノトリの話をするのも悪くはないんだ。コウノトリって何？とビンカは聞いた。ルティースから赤ん坊を運んでくる鳥だよ。キアの言い伝えの。でもそれは子供騙しのお話よ。もっと大きくなったら本当のことを話してあげられるよ。でもそれは子供が適当な年齢になってから初めてはっきりと説明すべきことなんだ。この機会にそのあたりの疑問をはっきりさせたいと思った。そのことを今教えてよ。頭の中がなんだか混乱していてはっきりわからないんだ。私も知りたいわ。とビンカも大きな声を上げた。アミは僕たち二人を見て涙が出るほど笑った後で言った。物事はすべてそれにふさわしい時期や年齢というものがある。代数を理解するにはまず足し算引き算を覚えなくっちゃね。ビンカは少々不満げに抗議していった。私たち足し算も引き算も知ってるわよ。アミはますますおかしそうに笑って、その足し算引き算のことを言ってるんじゃないんだよ。アミは視線を上にそらして何かいい例はないかと考え始めた。じゃあこれはどうだろう。多次元における反動の螺旋理論を理解するには、その前に相対性理論をきちんと理解する必要がある。とアミは本当だか嘘だかわからない難しいことを笑いながら言った。それを理解するのにどのあたりのレベルにいる君たちは。ビンカも僕も全くちんぷんかんぷんで、ただポカーンと口を開けたままお互いに顔を見合わせた。そして思わず二人とも吹き出してしまった。